本編を始める前にお詫び。前回の動画にていくつか誤植がありました。一つ目は12分15秒付近、武雄駅の近くにある別の路線を越前鉄道と紹介していますが、正しくは福井鉄道です。二つ目は35分38秒付近、能登鉄道線の駅を越中中島駅と言っていますが、正しくは能登中島駅です。越中中島って何かな？能登半島は富山県領だった？石川県民涙目ですね。すみません。これらの誤植指摘コメントありがとうございました。他にもいろいろと間違えているかもしれませんが、私自身はズボラで、特に固有名詞については間違えやすい傾向にあります。なので間違えていたら温かい目で都度指摘していただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。それでは北陸旅はお出かけパスの2日目の様子をどうぞ。なお本動画では日本語字幕がデフォルトで表示されていますが、日本語以外の言語字幕も用意しています。YouTube 画面上のギアマークから字幕を表示してご視聴ください。おはようございます。時刻はまだ午前5時ですが、2日目の旅を始めていきましょう。お世話になった宿に礼。ありがとうございました。さあ、高岡駅に戻りましょう。ちなみに今日泊まった宿は歩いて1分以内に万葉線の電停があります。高岡駅から十分歩ける距離にありますが、万葉線を周遊していた場合は最寄りの電停を利用しましょう。さあ、高岡駅に戻ってきました。電光掲示板がこうこうと輝いています。早速高岡駅の橋上駅舎へ。早朝なので全然人がいません。というか、むしろ人がいることが驚きですね。さすが北陸の主要駅というところでしょうか。駅に着いた時、ちょうど改札が開くところでした。タイミングがいいね。窓口のシャッターも開きました。早速改札通過。今度は1、2番乗り場に向かいます。階段を降りたらもう目的の列車が停車していました。高岡駅を5時27分に発車する普通列車の城端行きです。使用車両はキハ47。JR 西日本の車両の中で最も古い車両の一つです。ドアランプ消灯。高岡駅を定刻で発車。2日目の旅スタートです。高岡駅から JR 城端線に乗って最初の駅は新高岡駅です。ものの数分で新高岡駅に到着。2015年に開業した北陸新幹線の金沢延伸に合わせて開業した駅で、ここに高岡市の新幹線駅があります。市内中心部の高岡駅周辺には鉄道では城端線の列車に乗る必要があります。さて少し進んで次は福野駅です。ここまで来ると夜が明けてきました。チューリップで有名な砺波平野の夜明けです。列車は福野駅に到着。城端線は全線単線の路線ですが、ここで対向列車と行き違います。福野駅の駅名標を撮影。そして発車。停車時間は短めです。さあ次は福光駅です。福光駅では数分停車します。対向列車との行き違いがないのになぜ長時間停車しているかは不明。そして福光駅を出て数駅で終点の城端駅です。まだ太陽は山に隠れて見えません。降り積もった雪は高岡よりも濃くなっていました。だいぶ明るくなったおかげで全面展望を撮影できます。場内信号はもちろん注意現時。 ATS のベルが鳴りました。城端駅の1番乗り場に入線します。ホーム上には雪が積もっています。所定の位置に無事停車。列車から下車しました。これで JR 城端線を全線完乗しました。残り未制覇路線はあと4路線です。城端駅から先は当然線路はありません。線路に雪が積もっており、ここに列車が通らないことがよくわかります。さて今度は乗っていた列車とは別の左側の列車に乗車します。城端駅を6時30分に発車する普通列車の高岡行きです。高岡行きには構内踏切を渡る必要があります。ホームに凍結防止の散水がなされていますが、勢いがありすぎて服が濡れてしまいました。利用者に優しいのか優しくないのか。車内に乗車。
休日なので利用者はほとんどいません。発車時刻になりました。扉が閉まります。城花駅を発車。わずか8分の滞在でした。ありがとうございました。さて、完全に空が明るくなりました。東側では太陽が昇っています。列車は少し進んで、次の停車駅は福野駅です。ここで場内信号は注意現示。それもそのはず、対向列車との行き違いがあるからですね。福野駅に停車。昭和の時代からありそうな古い駅名標がありました。そんな福野駅も問題なく発車。城花線往復完了まであと少しです。さて、まだまだ綺麗な景色が続きます。次の列車交換駅は戸出駅です。戸出駅に到着。駅名標を撮影。対向列車が映っていませんが、乗っている車両の右前方に停車しています。列車同士が隣り合わないというのも、駅の構造とその変遷によってはあり得る光景です。戸出駅を発車。ちゃんと対向列車が停車していますね。さて、もうすぐ高岡駅ですが、最後にこの JR 城花線には愛の風富山鉄道へ管轄を移管する方針が固まっています。また、前日に乗車した JR 氷見線との直通運転化やキハ40、キハ47を新型車両に置き換える構想も存在します。富山県は鉄道路線への投資に積極的で、 JR からの移管と同時に利便性向上を画策しています。列車は北海道新幹線との乗り換え駅、新高岡駅に到着です。こちらが新高岡駅。今度は明るい時に来たので、駅舎の大きさや主張の強い駅名看板がよくわかります。そして新高岡駅の次の駅が終点の高岡駅です。愛の風富山鉄道線が合流してきました。高岡駅到着です。列車から下車。城花線往復完了です。コンコースを歩いて次の列車に乗り換えます。さあ、列車が到着しました。電車に乗車します。高岡駅を7時34分に発車する普通列車の泊まり行きです。発車時刻となり、扉が閉まります。高岡駅を発車。愛の風富山鉄道線の攻略を再開します。さて、15分ほど経つと北陸新幹線の高架橋とは別に進行方向右側から線路がもう1本合流してきました。 JR 高山本線です。列車は富山県の大河川神通川を横断します。分岐器を通過して駅ホームに進入。列車は4番乗り場に入線。反対の3番乗り場にはすでに次に乗る列車が停車しています。富山駅に到着。ここで下車し、別の列車に乗り換えます。愛の風富山鉄道線の攻略はまたもや途中で打ち切りです。さあ、階段を上り下りして、次はこちらの列車に乗車します。 JR 東海所有の最新車両 HC85 系。富山駅を7時58分に発車する特急ひだ6号高山本線経由名古屋駅です。早速列車に乗車。特急ひだ6号名古屋駅を発車します。ドアにご注意ください。富山駅を発車。 JR 高山本線の攻略を特急ひだでスピーディーに行います。富山駅を発車すると再び神通川を横断します。しばらくすると愛の風富山鉄道線と分岐。さらに北陸新幹線の高架橋ともお別れ。さあ、現在乗車している特急ひだ号は高山本線の全区間で運行されている列車です。主に名古屋と下呂高山を結ぶ列車となっています。また一部がご覧の通り富山駅まで直通しています。そのため特急ひだで日本列島を縦に横断することができます。そしてこの特急ひだには先ほど申し上げた通り
2022年以降、新型車両の HC85 系が投入されました。この車両はエンジンだけでなく、バッテリーでもモーターを駆動して運転されるハイブリッド車両です。急加速時はエンジンだけでなく、バッテリーもアシストして加速します。そしてバッテリーからのアシストが不要になると、エンジンのみでモーターを駆動。完全に蛇行状態になると、エンジンもバッテリーも駆動を止めます。ちなみにブレーキをかけた際は、発電された電力をバッテリーに返しています。さて、列車は間もなく早星駅に到着します。早星駅に無事停車。当駅には特急ひだは一部の列車のみ停車します。また富山早星間で貨物列車の運行が実施されており、実際目の前に貨物列車が停車しているのが見えます。列車は停車時間わずかで早星駅を発車。ご乗車ありがとうございます。特急ひだ6号名古屋行きです。次は越中八尾です。さあ、ここで座席の紹介をしましょう。 HC85 系には普通車とグリーン車の2種類の座席が存在します。ただし富山発着の列車はこちらのオレンジ色の普通車の座席のみ提供されています。座席はフルに傾けるとこれくらいの角度になります。座りながらくつろぐ分には十分な角度でしょう。肘掛け部の先端にはコンセントがついています。全座席にコンセントがついているのが最近のトレンドです。日よけはカーテンタイプ、上下に引き出すタイプではありません。テーブルは背面にあるのが一つだけです。ボトルを置くくぼみもあります。なお最前列だけはテーブルが大きめになっています。テーブルで何か作業したい人は先頭座席を予約すると良いでしょう。網棚も東海道新幹線にあるものと同じですね。トイレは男性用が1つ、そして多目的トイレが1つですね。多目的トイレには男女共用でベビーベッド付きです。洗面台も完備。手をかざせば自動で石鹸と水が出てきます。ということで車内設備は以上。必要最低限の設備が揃っています。さあ、列車は越中八尾駅に到着です。進行方向左側には当駅始発富山駅の普通列車が停車しています。乗降が完了したらすぐに発車。ご乗車ありがとうございます。特急ひだ6号名古屋行きです。次は伊野谷です。さあ、車窓は少しずつ雪が濃くなってきています。雄大な山々が壮観で綺麗ですね。神通川を横断する時も非常に良いです。山の上には送電線が通っていました。あんな山の上にどうやって建設したのでしょうか。まもなく伊野谷に到着します。お出口は左側です。伊野谷を出ますと次は飛騨古川に停まります。さあ、伊野谷駅です。ホーム上に雪が積もっています。列車から下車。これで高山本線の北陸お出かけ旅はバスのフリーエリア区間を全区間乗り通しました。残り未制覇路線はあと3路線です。伊野谷駅は JR 西日本と JR 東海の会社境界駅です。ご覧の通り、ここで乗務員交代が行われます。そのため停車時間は少し長め。もろもろの作業が完了すると扉を閉めて発車します。列車は4両編成での運用。2両で運行されることがあるので、利用者の多さが伺えます。名古屋までまだまだ距離がありますが、どうか無事に行ってらっしゃい。さて、折り返し富山方面行きの列車が来るまで時間がありますので、それまで伊野谷駅を探索しましょう。伊野谷駅の駅名標を記念撮影。ホーム上の椅子には雪が積もっています。そのため座ることは不可能。駅舎の中なら座れるでしょう。構内踏切を渡ります。駅舎内に改札の類はありません。駅舎はそれなりに古いです。駅舎の中で暖かくして待つことが可能です。また駅ノートもあるようです。駅に立ち寄ったら記念に書くのも良いでしょう。駅舎に出てきました。雪が少し残っており、路面が凍っているようです。こちらが伊野谷駅の駅舎。
特急が全列車停車する駅ですが、それを感じさせないほど小さな駅舎です。駅舎の横にはトイレがありました。中は映しませんが、洋式となっており、清潔に保たれていました。さあ、もうすぐ目的の列車が到着するので、ホームに戻りましょう。こういう構内踏切を渡るのってワクワクしますよね。さあ、列車がやってきました。富山駅から来た猪谷行きの列車が折り返し富山行きになります。9時14分発の普通列車です。そして高山方面からも列車がやってきました。こちらは JR 東海所有のキハ25型。当駅で普通列車の運行系統が分断されているので乗り換えが必要です。ここで両列車の乗客が入れ替わりました。先に JR 東海社による高山行きの列車が発車していきます。さあ、今度は富山駅のこちらの列車の出発準備が完了したのでドアランプが消灯します。猪谷駅を発車。白化粧をした美しい山々を見ながら富山駅に戻っていきます。さて、進行方向右側は渓谷となっています。何千年何万年と水の力によって土が削られて、このような美しい景色が形成されました。列車は二原駅に到着。この分かりやすい S 字カーブはかつて列車交換可能駅だったことの名残ですね。かつてたくさんの列車が走行して賑わっていたことが伺えます。列車は再び神通川を横断。次は JR 西日本区間内で最も大きな途中駅である越中八尾駅です。その越中八尾駅のホームには多くの人が列車の到着を待っていました。乗降が完了したら素早く扉を閉めます。越中八尾駅を発車。反対ホームにいるのは当駅始発の列車です。ここから利用者が増えることを感じながら、さらに富山駅へ戻っていきます。さあ、沿線の雪がだいぶ少なくなってきました。列車は井田川を横断。次は早星駅です。広い駅構内を持つ早星駅に帝国で到着。ここでも多数乗車してきます。下車客も多数いらっしゃいました。富山駅まで乗車しない人も結構いるんですね。車内は座席が埋まる程度に混雑してきました。早星駅を発車。早星駅には日産化学の貨物引き込み線があります。貨車やコンテナなどが多数留置されています。続いて列車は西富山駅にやってきました。ここで特急飛騨号と行き違います。この列車も4両編成、利用者が多いのでしょうね。信号が切り替わりました。即座にこちらの列車も発車します。さあ、次は終点の富山駅です。眼前に北陸新幹線の高架橋が見えてきました。北陸新幹線の下をくぐります。そして愛の風富山鉄道線と合流。神通川の大きな鉄橋を渡ります。川を渡り終えると場内信号は注意現示。愛の風富山鉄道線の本線をまたぎます。高山本線の運用を他の列車にバトンパス。この列車は3番乗り場に到着します。列車から下車。富山駅に戻ってきました。これで高山本線の往復完了です。乗ってきた列車は折り返さずに回送列車として車庫に引き上げます。ここまで運んできてくれてありがとうございました。さあ、エスカレーターを降りましょう。乗り換えに時間があるので一旦改札を出ます。こちらが富山駅の改札外コンコース。高架化して非常に広々とした構内となりました。北陸新幹線が敦賀まで延伸されることの横断幕が掲げられています。富山県民にとっては大阪が近くなるのでありがたいでしょう。
また富山駅の高架下に路面電車が乗り入れています。雨にさらされることなく乗り換えできるのもありがたいですね。そして高架下に路面電車との横断路があります。路面電車が頻繁に通過しますので、通過時は注意が必要です。岩瀬浜方面から列車がやってきました。列車が通過します。いろいろと注意喚起がなされているので、事故が起こらずに安全に運行ができているようですね。さて、攻略を再開すべく駅改札内に入ってエレベーターを上りましょう。目的の列車はすでに到着していました。愛の風富山鉄道線の攻略を再開します。富山駅を10時27分に発車する普通列車の止まり行きです。富山駅を発車、さらに東へ歩を進めていきます。さて、高架を下ると富山地方鉄道本線の線路が見えます。あの路線も将来高架化される予定です。そしてここでまた場内信号を通過します。進行方向右側に見えるのは富山貨物駅です。ここに富山県の鉄道貨物ターミナルと愛の風富山鉄道線および非電化 JR 線で運用されている車両の車両基地があります。そしてそれらを抜けるとすぐに新富山口駅に到着です。この駅は2022年に開業した新駅。ホームは4両分整備されました。新富山口駅の駅名標を撮影。そしてすぐに発車。まだまだ東に進んでいきます。さあ、複線の立派な線路を突き進んでいきます。進行方向右側で少し古い電車と行き違いました。あの電車は富山地方鉄道線の電車です。そしてこっちは滑川駅に到着です。ここで富山地方鉄道本線と乗り換えができます。もちろんここで乗り換えはせず、そのまま乗り続けます。富山地方鉄道線はフリーエリアの対象ではありませんからね。さて、滑川駅から先も富山地方鉄道線が並行します。そして早月川を横断、遠くに海が見えます。しばらくすると富山地方鉄道線の線路が進行方向左側に移りました。対向列車が来ないかなと期待していましたが、結局来ず、そのまま魚津駅に到着です。ここでも富山地方鉄道線と乗り換えできます。ちなみにここで愛の風富山鉄道線と富山地方鉄道線の線路がつながっており、車両の受け渡しが行われています。しばらくすると富山地方鉄道本線が直角に交わります。これで富山地方鉄道線とはお別れです。さあ、間もなく終点の泊駅です。泊駅の手前では減速運転。まだ泊駅にはもう少し距離があるはず。場内信号はなんと停止信号でした。ホームのないところで停車。一体何事？場内信号機の誘導信号機が点灯しました。列車が再出発します。最初の停車は列車を1並速中に2本列車を入れる上で安全のために一旦停車していました。次の泊駅でほぼ全ての普通列車の運行が打ち切られており、ここで別の列車に乗り換える必要があります。そして階段を使って乗り換える手間を省くため、このように列車を縦列駐車させているというわけです。全国的にも珍しい光景です。さあ、終点の泊駅に到着。ここで乗り換えます。列車から下車、前の車両に乗り換えます。本当に縦列駐車してますね。猪野谷駅でも見られますが、すごい光景だ。次に乗る列車は越後ときめき鉄道が所有する気動車です。泊駅を11時41分に発車する普通列車の直江津行きです。発車まで時間があるので、車内から泊駅の駅名標を撮影。泊駅は会社境界駅ではなく、愛の風富山鉄道の単独駅です。越後ときめき鉄道線はまだこの先、ドアランプが消灯します。泊駅を発車。この列車で市振駅まで行けば愛の風富山鉄道線の全線走破です。
さあ、泊駅からは海が一望できるようになります。今日は晴れなのでめちゃくちゃ綺麗です。反対側はすぐ山。住めるところはほとんどないですね。さて、愛の風富山鉄道線、越後ときめき鉄道線は全線電化されていますが、そこを気動車が走行します。なぜ気動車が走行しているのかというと、これから先の区間で直流電化と交流電化が切り替わるからです。高直流の電車を導入するのも一つの手ですが、車両費が高額になること、製造しても輸送需要に見合わないため、気動車での運行が採用されています。列車は境川を横断。ここで富山県から新潟県に入りました。そして次は親不知駅です。いい光景が続いていたので市振駅を撮影するのを忘れていました。すでに越後ときめき鉄道日本海翡翠ラインに突入しています。これで愛の風富山鉄道線を全線走破。残り未乗の路線はあと2路線です。列車は親不知駅を発車。ここからは長大トンネルが続きます。そして時折海。これほど綺麗に海を見ることができるとはいいタイミングで来れましたね。路線名の日本海翡翠ラインも日本海をこれでもかというぐらい味わえることから命名されています。さあ次は糸魚川駅です。ここで北陸新幹線と合流します。高架橋の下を通過。糸魚川駅に定刻で到着です。この列車は直江津行きワンマンカーです。列車から下車。糸魚川駅の駅名標を撮影。お世話になった列車を見送ります。ここまでありがとうございました。さて、糸魚川駅で別の列車に乗り換えます。といっても次の列車まで1時間以上、改札の外に出ます。糸魚川駅構内はこんな感じ。新幹線駅建設に合わせて新調したのか非常に綺麗です。とりあえず南口を降りてみましょう。こちらが糸魚川駅です。新幹線の駅舎はめちゃくちゃでかい。カメラの倍率を低くしてようやく全景が映るレベルです。ちなみに高架下には汽車のモニュメントがあります。糸魚川ジオステーション、ジオパル。観光案内所や鉄道保存展示施設などを備えた複合型交流施設となっています。鉄道ファンなら楽しめること間違いなしですので、糸魚川に来たらぜひ来てみると良いでしょう。今度は反対側に行ってみましょう。さっき観光案内所でおすすめの飲食店を教えてもらったので、時間がある糸魚川駅で昼食をとりたいと思います。で、その飲食店がこちら。禅処黒姫です。階段を上ったところにお店があります。そしておすすめされた料理がこちら。ブラック焼きそばです。一つ900円。何を入れているのかは分かりませんが、インパクトは抜群ですね。早速食べてみましょう。中の焼きそばが片焼きそばになっているので、ほぐしながら食べることになります。美味しいです。ソースは不思議な味がしますね。そして付け合わせのスープも真っ黒。磯の味がします。美味しいです。ご覧の通り白菜も真っ黒になっています。とても美味しいですね。これは箸が進みます。ということで10分くらいかけて完食。焼きそばの具もスープも全部食べきりました。ごちそうさま。ということで禅処黒姫、ぜひ糸魚川に来たら訪れてみてはいかがでしょうか。さあ糸魚川駅に戻りましょう。改札を通過します。列車が到着したばかりなのか人だかりができていました。通りにくい。ホームに降りるとすでに目的の列車が停車していました。早速乗車しましょう。糸魚川駅からいよいよ大糸線の攻略を開始します。普通列車の南小谷行きです。発車時刻は13時23分です。そしてちょうど日本海翡翠ラインの泊行きの列車が発車していきました。乗り換え客が来る前にさっさと車内に戻りましょう。さあ発車時刻になりました。ドアランプが消灯します。
糸魚川駅を発車、大糸線の攻略スタートです。まずは低速でポイント群を通過します。日本海翡翠ラインとお別れ。北陸新幹線も高架橋を見上げながらその下をくぐっていきます。さて、これから乗り潰す JR 大糸線は長野県松本市の松本駅と新潟県糸魚川市の糸魚川駅までを結ぶ鉄道路線です。県境をまたぐ路線ですが、北陸お出かけ旅屋パスで乗車できるフリー区間は糸魚川中津間のみです。 JR 西日本が管轄する区間のうち南小谷駅より1駅手前の駅まで乗車可能ということで、 JR 西日本区間を全区間乗り通すことはできません。おそらく JR 東日本が管理する南小谷駅の改札業務負担を減らすためにこのような処置を取っているかと思いますが、全区間乗れないのは少し残念ですね。ただ大糸線の JR 西日本区間を堪能するには中津まででも十分でしょう。全力で楽しんでいきます。大糸線は久引大野駅を出ると一気に山間部に突入します。雪も十分すぎるくらいに積もっていますね。列車はトンネルに突入します。 JR 大糸線は路線建設にあたりトンネルを建設して開通した路線です。これからいくつかトンネルを通過します。トンネルを抜けると姫川に沿って走行。さあ、大糸線は根知駅を出ると人がほとんどいない過疎地域に入ります。目の前は田畑と山のみです。わずかな平野部を越えたらまたトンネル。トンネルの前後には雪対策用のシェルターがバッチリ備わっています。そしてトンネルを越えたら今度は姫川を横断。川によって形成された細い渓谷に線路を通すため、必要に応じて川を渡る必要があります。大雨が起きたら線路が流されかねないのでちょっと心配ですね。美しい渓谷を楽しめるのは今のうちかもしれません。列車は姫川第7発電所取水堰の脇を通過。ここで水力発電をしているようです。さて、小滝駅を出るとさらに細い谷の合間を抜けます。川を渡るときはトラス橋、低速で通過。何度も川を横断。横断直後にトンネルに突入します。列車は鎌倉山トンネルに入りました。長さは1647メートル。トンネルに入ると線路が直線になるのでスピードが上がります。トンネルを出ると渓谷、小さな川とバカでかい山々。かなり長い間この景色が続きます。さあ、列車は場内信号を通過。平岩駅に到着します。この駅は一面一線の駅ですが、当駅折り返しの列車が存在するため場内信号と出発信号が設置されています。さて、平岩駅から先も攻略をしないといけません。まだまだ山々が続きます。しばらく乗り続けてようやく中津駅です。糸魚川駅から1時間弱かけてようやく到着しました。一面一線。ウィキペディアには乗降客数が1人しかいない駅となっていますが、スキーヤーがたくさんいらっしゃいました。列車から下車。これで大糸線のフリーエリア区間を全区間乗り通しました。残り未制覇路線はあと1路線だけです。お世話になった列車を記念撮影。列車が出発します。ここまでありがとうございました。でも中津駅から糸魚川駅に戻るときにまたお世話になると思いますので、その時またよろしくお願いしますね。さて、30分ほど時間がありますので、駅周辺の探索をしましょうか。中津駅はもともと列車交換可能な一面2線の駅なので、使用停止となった線路が名残として残っています。駅舎は木製で趣があります。しかし冬はめちゃくちゃ寒いでしょう。かつて使われていた駅窓口、当然無人で営業していません。中津駅だと列車の本数は1日7往復。列車本数が少なすぎて地元の人は使わないでしょうね。駅の外観はこんな感じ。観光客向けとしては申し分ない良い駅舎です。駅前の通りはただの小道。
車はほとんど通りません。駅舎の脇に周辺の観光案内図がありました。地図にあるのは温泉ばかり。他に潮の道というのが3コースあるようです。さらにバス停がありました。こちらは平日の場合11往復。大糸線の列車本数より多いですが、おそらく全部が糸魚川駅や南小谷駅に行くわけではないでしょう。近くにあった用水路。ただの用水路なのになぜか趣があります。さて少し南へ歩きましょう。中津駅に着いて最初の車。道路から鉄道橋が見えました。これまで車内からの景色ばかりでしたが、外から見るのもいいですね。ここで列車を取れば絵になるでしょう。雄大な山々と水の力に感謝ですな。改めてすごい光景です。駅舎に戻ろうとしたらスキーヤーの一団と遭遇しました。スキーで降りてきたのでしょうが、どこからやってきたのでしょうか。これを見るとさっき駅のホームにいたスキーヤーたちがなぜいたのか判明しましたね。さあもうすぐ列車が戻ってくるので早めにホームに戻りましょう。ホームで待っていたら路線バスが1台来ました。さっきのバス停で示されていたバスでしょうね。そしてさっき見送った列車が南小谷駅折り返して戻ってきました。またこの列車に乗車して糸魚川駅に戻ります。無事所定の位置に停車。中津駅の発車時刻は14時49分です。列車に乗車。扉が閉まります。中津駅を発車。あとはここから直江津駅に向かうだけです。そういえば言い忘れていましたが、大糸線にも必殺徐行は存在します。今回の速度制限は下り坂だからでしょうか。相当長い距離徐行していました。まあその分だけ雄大な景色を楽しめるというものですけどね。この車両の大きさに見合わないでかい鉄橋も最高です。さあ列車は根知駅に到着します。ここで ATS のベルが鳴りました。根知駅では対向列車との行き違い。昼過ぎになって2列車目の稼働開始ですね。対向の列車は1両編成でした。ドアランプが消灯。根知駅を出発です。あとは糸魚川駅まで一直線。あと少しです。さあ運賃表示器に糸魚川の文字が表示されました。糸魚川駅に戻ると雨。場内信号が注意信号。そして何度も見た北陸新幹線の高架橋です。日本海翡翠ラインと合流。分岐器を通過しまして元の4番乗り場に帰還です。所定の位置に停車。これで大糸線往復完了です。2時間半の行程お疲れ様でした。さて次の列車まで乗り換え時間が2分しかないのでさっさと次の列車に乗り換えましょう。こちらが最後の列車になります。糸魚川駅を15時47分に発車する普通列車の直江津行きです。列車に乗車。糸魚川駅を発車します。さらば糸魚川駅。いろいろいい思い出になりました。さて糸魚川駅から先も相変わらず海が見えます。悪天候のせいで荒れていますけどね。そして長いトンネルも連続します。そして長いトンネルの途中、日本全国でも珍しい駅が存在します。それがこちら筒石駅です。当駅は日本でも大変珍しい山岳トンネル内に設置された旅客駅です。全国的にも珍しい駅のため多くの旅行客がここで途中下車します。今回は途中下車せずそのまま直江津を目指します。筒石駅を無事に発車。しばらく進むとトンネルを脱出。トンネルを抜けてすぐに灘地駅に到着します。さあいよいよ最終目的地の直江津駅に到着です。直江津駅は新潟県西部の拠点駅。分岐器をいくつも通過し1番線に入線します。1番乗り場は行き止まり式で先に線路はありません。
そんな一番乗り場に無事定刻で停車。列車から下車しました。これで北陸お出かけ旅屋バスのフリーエリア区間を全区間走破しました。ここまで連れてきてくれた列車を記念撮影、そして駅名標も記念撮影して改札の外に出ます。ということでいかがだったでしょうか。北陸お出かけ旅屋バスの鉄道路線を全線環状するのに必要な日数は2日でした。なかなかボリュームが多くて乗り応えのある鉄道路線で、個人的にも大変楽しめました。ありがとうございました。今回は北陸お出かけ旅屋バスのフリーエリア区間のみ環状しましたが、その他の路線も含めると4日あればだいぶ余裕を持って周遊することができると思います。電車に乗ってぜひ北陸を盛り上げていきましょう。ということで最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がいいなと思ったら Twitter などで他の人に紹介したり、またチャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。励みになります。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。2番乗り場にやってきた日本海翡翠ラインの機動車。こいつで富山に帰ろうと思うのですが、到着してすぐには扉が開きません。なぜすぐに扉が開かないのかというと、2番乗り場にもう1本列車がやってくるからです。そう、日本海翡翠ラインの機動車同士の連結。なんとホーム上で連結作業を見ることができます。慎重に近づいて一旦停止、再度近づいて一旦停止、あと少し。連結。フォローをつないだりして諸々の作業と確認を行えば連結完了ということで、おまけ動画でした。待合室で待たずにホーム上にいればこういう光景が見られるかもしれませんよ。寒いですけどね。ということでこれが本当のラスト。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。